通常通りネットワークテストが開催されていたら、公式サイトでプレイガイドが見られたのに、はい、今回はシステム回です。よろしくお願いします。ブルプロの動画を投稿しているクレリーと申します。本来なら今頃、公式のテスター用サイトからプレイガイドが見られるようになるはずだったのですが、ネットワークテストが延期されたことにより、クライアントのダウンロードやプレイガイドの公開もないままとなっています。せめてプレイガイドぐらい見させてくれれば、まだあれやこれやを想像しながら過ごせるのに、と思いたり、今回は最終仕様のものとクローズドベータテストのものが混ざっていますが、システム、オプション画面、そして冒険手帳、ヘルプ的なものですね。全部をお見せすることにしました。ちなみに、公式の CBT 時代のプレイガイドサイトは、もうアクセスはできません。映像的にはね、面白くないかもしれませんが、初ブルプロの方とか、マニュアル好きな方、攻略サイトなどを始めようとする方には参考になるかと思います。と言いますかね、今回、私の声いらない気がするんですよね。画面だけあれば済むと思いますが、そこはね、動画配信というアイデンティティがありますので、お付き合いください。案内は、オプションと冒険手帳の2つ。まずは、オプションから行きましょうか。気になるところは、一時停止も活用してください。まず、全般タブ。最終仕様バージョンのものです。今後、左上にどっちの仕様かを記載しておきます。最初に、マウス、キーボードかパッドかを選べます。ボタン表記も、PS コンとか箱コンとかの表記も選べるようになっています。次に、画面について、仮想フルスクリーンかウィンドウか、ロックオンの設定やショートカットリングの設定もできます。スクリーンショットの設定、SS の保存先を選べたり、撮影した画像のね、この表示の項目も新しく増えています。その他の設定で字幕設定や新機能の武器の表示非表示を細かく選ぶこともできます。さて、今回もこれ、私しかコーナーですが、CBT にはなかったこの項目に注目したいと思います。未使用品、装備時に確認ダイアログを表示する。これなんですけど、装備品に未使用か未使用じゃないかの区分けができたってことなんですよね、これ。そしてなんでわざわざ確認が必要なのでしょうか。おそらくこれデフォルトでオンになっている様子ですね。CBT の時はそんな区分けはなく、使用済みかどうかなんて意味はありませんでした。新品でも中古でも関係はないですし、自分しか装備できないので。ではなんでこんな項目ができたのか。予想しかできませんが、一つは、これ初めて装備するやつだ。よかったね。嬉しいよね。と知らせるためか、また未使用であることに今後ブルプロ界に何か意味をなすのか。妄想がはかどりますが、これぐらいにしておきましょうか。次、操作設定タブ、最終仕様バージョンです。操作方法ですね。左側の列がキーボードマウス、右がパッドです。まず最初が基本の行動ですね。確認は一時停止をしてください。パッドの補助ボタンっていうのは、補助ボタンを押しながら他のボタンを押すことで、新しいアクションが可能になるというものですね。パッド操作のこれ多分新しい仕様だと、方向キーの下入力が空いてますよね。前はパレットの切り替えとかはあったんですけれども、下が空いてるなら、マウントの呼び出しは下方向にしておいた方がいいかな。自分用のメモにちょっと残しておきますね。次は戦闘操作です。どれがどれっていうのは、画像も一緒に貼っておきますね。パッドだとロックオン切り替えできないんでしたっけ？ショートピンってなんでしょう？ちょっとわかんないですね。画像に設定されている一覧は少しデフォルトから多分変更されていますので、元々の配置をざっと一枚絵にするとこんな感じでしょうか。これがデフォルトのはずですので、これからね、自分用にどうカスタムしていくかは考えておきましょう。ショートカットリングっていうのはこんな感じで素早く簡易的に意思表示できるものですね。新機能、ブックマーク設定。これほんといいですね。パッドではもちろん使えないのですが、キーボードの空いてるキーに好きなショートカットを組めるというものです。未登録のところには新しい項目も追加していきます。衣装変更をショートカット追加とかですね。未登録箇所は16箇所もあるので、覚えられない最初の方はキーボードにテンプラとか貼っておきましょうかね。表示操作設
定は、ハット非表示はめちゃめちゃ使いました。私の動画でよく使っている何の表示もない撮影っていうのはこれを活用しています。クエストの表示切り替えやレイヤーマップは次からの新機能ですね。カメラ操作設定はよくある基本的なことができるものなので、参考に。その他の設定はやりやすい形に微調整ができるっていうものですね。んで、この操作設定すべて、ここの切り替えで、今はすべてのクラス共通のものですが、クラスごとに個別に切り替えることもできます。例えば、ノーマルの設定では、イージスの盾を構えるボタンと、クラス変えてキャスターの EP 回復の行動は同じボタンなんですけれども、これをクラスごとに変えることもということですね。サウンドは特筆すべきことはないです。こんなもんです。グラフィックの設定です。プリセットで最高画質、高画質、中画質、低画質を選ぶこともできますし、細かく設定を調整することもできます。これ CBT の時各数字の項目 MAX3 だったのですが、今の仕様もっと増えてますね。4K 対応の影響でしょうか。ネームプレートの設定もできますし、戦闘用エフェクトの設定も細かいですね。自分用、パーティー用、他人用で調整しましょうって感じです。私思うんですけれども、他人のエフェクトを切ったら音も切れるようになってくれればいいなとは思っています。いや、これもしかしてすでにそういう仕様だよっていうなら申し訳ないんですけれども、動画を見返していてもエフェクトは切ってるのに音がねズゴゴーンバガーンみたいなずっと聞こえているように思えるんですよね。視覚がうるさいのを抑えられるなら聴覚も抑えれるような感じなのを実装してくれたら嬉しいですね。その他の表示設定もあります。新しいカットイン演出のオンオフとかもありますね。最終仕様バージョンなら、あとちょっと下に何かあるんですけれども、通信内で映らなかったのでここは残念。ハッドタブ。ここから編集画面に飛べます。細かく配置調整ができたので、テスト延期した今のうちにこうしようかなと考えておくのもいいですね。さて、オプション画面はここまでで、次は冒険手帳を見ていきます。ヘルプ画面みたいなものですね。ここはすべて CBT 仕様の画面になっています。現在と仕様が異なるものは画面に注釈を入れておきます。ガン飛ばすので、ゆっくり見たい方は一時停止をしてください。ここは私の解説いらないと思うので、ちょっとだけに私は静かにしておきます。
はい、いかがでしたでしょうか？この動画があれば延期されたネットワークテストまで私はこんな設定でいこうかなと思い巡らせ備えることもできますね。少しでもね、この時間を活用していきましょう。今回はここまで。それではまた。